はい、こんにちは、加藤です。今日は足首、超硬い人向けのストレッチをやっていきましょう。動画を見ながら一緒にやっていきましょう。足は肩幅、つま先は少し外側を向けてしゃがんでみましょう。両手の位置を変えて自分の硬さを確認してください。それぞれの硬さに合わせてストレッチをやっていきましょう。はい、では細かいところをやっていきます。座ってください。で、足片方前に出したら、指を最初、1本ずつ引っ張りながら回していきます。まずは親指から引っ張って、では回しましょう。ぐりぐりと引っ張りながら回してください。はい、じゃあ今度は人差し指。引っ張りながら、はい、回しましょう。この格好やりにくいときは、あぐらでも OK です。あぐらで引っ張っても OK。はい、じゃあ今度は中指。引っ張って回しましょう。ね、回しにくいときは上下に動かしたり左右に動かしたりね、動かしやすい方向に動かします。はい、今度は薬指です。引っ張ってぐりぐりと動かします。しっかりと引っ張ってくださいね。はい、じゃあ今度小指です。はい、引っ張って動かしましょう。ね、この足の指の動きもね、足首の柔らかさに結構大事なんですよ。しっかりとね、ほぐします。はい、OK。反対行きましょう。左足。ね、まずは親指から引っ張って回します。ね、大きく動かして。はい、じゃあ今度は人差し指。引っ張って動かしましょう。人差し指からはね、あぐらかいた方がやりやすいかもしれません。ちょっと音が鳴ったりしても大丈夫です。ね、そんなに気にしなくて OK。はい、じゃあ今度は中指。引っ張って回します。ね、音がね、鳴りますよね。鳴ってもいいんです、この音は。はい、じゃあ今度は薬指です。引っ張って回す。引っ張るっていうのがポイントですね。引っ張るっていうのがポイントです。はい、じゃあ今度小指です。最後、引っ張って回します。で、引っ張ることで足の指の周りについてる筋肉伸ばしたまま動かせるので、ね、足の指が柔らかくなっていきます。はい、OK です。ではまた右足を立てて、ここからはつまんでいきます。指でつまみます。この人差し指のところと親指の内側で、ギュッと、ね、足の甲をつまんでいきましょう。この辺をつまんで、皮膚を持ち上げてあげてください。皮膚を持ち上げる。ね、ここの人差し指と親指のところでつまみます。これを30秒間やっていきましょう。つまんだら、ちょっと上に引っ張ってください。上に引っ張ると自然と最終的にね、皮膚が離れちゃうんですけど、そこまでしっかりと引っ張ってあげてください。つまんで、引っ張る。やっていきましょう。つまんで、引っ張る。地味だけどね、ここのね、皮膚の動きも足首の柔らかさにすごく大事なんです。はい、OK。反対行きましょう。左足も同じように指でつまんであげてください。30秒です。つまんだ後に引っ張ると最終的に外れますね。そこまでしっかりと引っ張ってください。痛気持ちいいくらいで OK です。痛気持ちいいくらいで引っ張りましょう。ね、あまりこう強く引っ張っちゃって痛いので、そこまでいかなくて OK ですよ。ね、引っ張っていきます。硬いところを探して引っ張ってみてください。ね、硬いところを探して引っ張ってみましょう。この辺のね、動きを良くしていきますよ。はい、OK。反対行きましょう。はい、じゃあ今度は親指の付け根からかかとまで、足の内側ですね。ここをつまんでいきます。30秒行きましょう。つまんだら引っ張る。つまみにくいところはすごく硬くなってるところなんですよね。なんで、つまみやすいところからつまんで引っ張って
っていうのを繰り返してください。そうすると周りが緩んでね、他のところ、さっきはつまめなかったところもつまめるようになってくるんで、つまめるところからつまんでみましょう。ちょっとやっぱ痛いですよね。で、親指側はなかなかつまみにくいところも多いかなと思います。はい、じゃあ反対行きましょう。左足も同じように親指の付け根からかかとまでをつまんでください。30秒です。ね、この辺は扁平足の方はちょっとね、つまみにくいというか、硬くなっていることが多いです。なのでね、この皮膚をしっかりとつまんで動かして、皮膚の動きからまず良くしましょう。ね。皮膚の下に皮下脂肪とか筋肉とかね、そういうのがあったりするので、まずは皮膚の硬さを少し取ってあげるというのが大事ですね。この辺の筋肉はストレッチしにくいので、こういう風に皮膚を引っ張って持ち上げて柔らかくしてあげましょう。はい、OK です。今度は小指側ですね、小指側。はい。で、これつまみにくいので、あぐらかきましょう。あぐらかいて小指の付け根からかかとまでを同じようにつまんで引っ張っていきます。つまんで引っ張る。そうそうそう。つまんで引っ張る。なんかこう脂肪をつかむっていうよりは、皮膚だけ掴むって感じですね。なかなかつまむ感じがわからない方は、肘でイメージしてみてください。自分のね、肘を伸ばした時に、皮膚のたるみができると思います。ここを同じように指で掴んでみる。ね、このつまんだ感じを覚えて、ね、触ってみてください。はい、OK。反対行きましょう。左の小指側です。さあ、つまんで引っ張ると。で、小指側はあんまり痛い人は多くないんじゃないかなと思うんですが、ですね、ざっくり分けると、親指側が硬い人は X 脚、内股が多いです。小指側が硬い人は O 脚、ガニ股が多いですね。自分の姿勢をちょっとイメージしてみて、ね、硬さを確認してみてください。さあ、あとちょっと。はい、OK です。はい、じゃあ次はアキレス腱やっていきましょう。あぐらをかいてください。あぐらかいたらアキレス腱の場所を確認します。アキレス腱ここにありますね。この裏です。ふくらはぎの下の方、かかとの近くに分厚いね、筋みたいなのがあります。これをまずつまんでみてください。これがアキレス腱です。で、ここから指1本分奥を触ります。奥を触って、ぐっと指をね、押し込んでいくと、へこむところがあります。はい。ここを横にね、動かしていきましょう。30秒です。横にね。横なかなか動きにくいよって人は縦に動かしてください。縦に動かします。で、ちょっと動くと思うんですよ。両手でやってもいいです。ちょっと動きます。これ皮下脂肪とはちょっと違うんですけど、脂肪体っていう塊があるんですね。で、この辺の硬さが出ると、なかなか足首が曲がりにくいので、しゃがみにくい。なので、ここの脂肪体も少し動かしてあげるといいです。ね。はい、反対です。反対。はい、じゃあまずアキレス腱を触ったら、指1本分奥を触って、それを左右、上下に動かします。30秒です。左右分かりにくい人は上下だけでも OK です。そう、これをやった後ね、なんとなくこのかかとのあたりがね、すっきりするんですよ。すっきりします。さあ、超硬い辺ではね、こういう細かいところしっかりやってきました。ね。こういうところまでやると、かなりしゃがみやすくなります。ね。あとちょっとで、ね、しっかりしゃがめるっていう感じだと思うので、こういうところをね、ほぐしていきましょう。はい、OK です。はい、じゃあ最後は体育座りをしてください。そしたら、膝の外側で、ちょっと足の方ですね、下の方に、手のひらを当ててください。そうすると、なんかポコッとしたね、骨みたいなやつがあります。で、この周りを円を描くように両手でほぐしていきましょう。30秒です。で、これは腓骨頭といって、ここの周り筋肉があったり、神経があったりね、静脈があったり、いろんなものがあるんですけど、この腓骨が動きにくくなってると足首も動きにくいんですよ。なので、この腓骨頭を少しね、ほぐしてあげることで、そこら辺の動きを良くしているというわけです。ね、特に捻挫したことがある人にはすごくおすすめです。3、2、1、はい、OK です。
はい、ということでお疲れ様でした。いかがだったでしょうか？では皆さん、立ってしゃがんでみてください。どうですか？ちょっと変わりましたか？はい、ということでですね、やれば結果が出ますので、ぜひお風呂上がりに毎晩ね、2週間くらいをめどに続けてみてください。はい、ということでこの動画ちょっとでもよかったら高評価のボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。あとインスタ、ツイッターやってますのでぜひフォローしてください。今日もご視聴最後までありがとうございました。バイバイ。